こんにちは。お元気ですか？今日は5月6日の水曜日ですね。世間一般では今日はゴールデンウィークの最終日っていうことになるんですかね。木金って有給とかでね、お休みをつなげてる人はまだゴールデンウィーク中かもしれないですけども、一般的にはお休みは今日までっていう感じなのかなって思います。結構ね、今回のゴールデンウィーク、天気も恵まれたりとかしてね、気候も寒くなく暑くなくというか、行楽日和だったんじゃないかなって思います。お家でね、ゴロゴロするのにも、やっぱりね、お天気がいい方がちょっと日向ぼっこしたりとか、漫画読んでる時もね、ちょっと明るかったりとかすると、なんかルンルンした気分になるので、お天気良くてね、お家でゆったりされた方も、ちょっとお出かけされた方もね、いい連休を過ごせたんじゃないかななんて思います。私はね、完全在宅ワーカーで、自分一人でお仕事しているので、特に連休とかは関係はないんですけれども、なんとなくね、世の中の連休ムード、別に外にあんま出かけてるわけじゃないのでわかんないですけど、なんかそういう気分は味わえたかなって思います。思いますっていうか、単純に今ゴールデンウィーク中なんだよねってなんとなく自分が感じてるってだけなんですけどね。で私ここ数日の間ね、洗濯機を買いました。ちょっと前の動画から洗濯機の調子が悪くて買い替えがとかね、ネットで買おうと思ってヨドバシカメラのネットの登録がうまくいかなくてとかね、なんかそんなことをぼやいてたと思うんですけれども、買ったんですよ。でちゃんと電気屋さんで買ったんですよ、今回。ネットじゃなくって、家の近くでね、歩いて行ける徒歩圏内に電気屋さんが1個あるんで、ちょっとそこまで歩いてって結局お店で買ったんですね。で今回ね、やっぱお店で買ってすごく良かったなと思いました。っていうのはですね、私前回の動画でヨドバシのやつで最後のネットで買おうと思って最後のポチっていうのをやったら、なんか在庫がありませんとかね、配送がなんちゃらでとかね、そういうのになって、結局会員登録もできてないしとかね、そういうのでなんかイライラしたりとか、うわーって思ったりとかしてねっていう話をしたんですけれども、結局ね、あれは会員登録を新たにして、それから申し込んでもね、やっぱり最初は在庫ありだったのが、取り寄せってなってたんですけども、結局最後ポチると取り寄せというか、そもそも注文できない、在庫なしっていう風にね、ステータスが変わっちゃってて、じゃあなんで取り寄せってなってるんだよっていう風にちょっとまたそこでイライラしたりとかしたんですけど、もうね、選ぶのがめんどくさくなっちゃって、もうこれでいいや、もう会員登録もう一回してポチろうと思ったんですけど、結局買えなくて、それでまた新たにネットでいろいろ検索したりとかしたんですけども、なんかね、でもそんなこと言ってるうちにね、洗濯機が完全に動かなくなっちゃったらすごくめんどくさいじゃないですか。コインランドリーに行ったりとか、私車とか持ってないんでね、コインランドリーって選択して帰ってくるとか、めちゃくちゃめんどくさいんですよ。で、またそこでプラスアルファで結局お金かかるし、だったら完全に壊れる前にとっとと買い替えちゃった方がいいっていうのもあって、とっととっとしなくてもね、もうやっぱりね、11年目なので、使ってた洗濯機がね、買い替えするしかないなっていうタイミングには来てたと思うんですよね。そんな感じでもうネットで買えないわと思って、一回ちょっと実際のね、電気屋さんに足を運んでみて、そのいいのがあれば、たとえネットより若干高かったとしてもそこでパッと買っちゃおうと思って、なんかもうめんどくさいし、いろいろネットでいろいろやって、それでこのリサイクルとか配送とかまたそういうのも別途なんかあってとかいうのがすごくめんどくさくって、また違うショップで
違う電気屋のショップで買う時とかもね、そこの会員登録しなきゃなのかなとか思うと、なんかもうって思ってそれでね、こうもう絶対に今日買おうっていう風に決めて、絶対に今日買おうっていうか、電気屋に行って、電気屋でこういろいろ実際見たりとかこうしたら、またこう一段階自分がこういう風に判断すべきだっていうのがね、こうまた分かると思うんで、それで電気屋で買うか、はたまたネットで買う時もその判断基準がねまた変わってくると思うので、とにかく電気屋に行ったんですよ。でこう午前中にね電気屋に行ってこう一通りこう見て、やっぱネットで見たのだとこうだけど実物見るとこうサイズ感とかはこういう感じかとかね、そういうのを見て取れたりとかして、なるほどなるほどなんて思いながら見て、これがいいかなあれがいいかなとか、やっぱインバーター付きがいいよねなんて思いながら、値段的には多分ネットと別に実店舗だから高いっていう感覚はなくて、場合によっては実店舗の方が安いかもななんて思いながらこう見てて、これかあれかななんてこういろいろ考えて、最後にねやっぱ店員さんにちょっと話を聞かなきゃだから、ちょっと店員さんに声をかけて、こういうの探しててっていうのをいろいろ話を聞いてもらったりとかしたんですね。そしたらその店員さんがこの設置する時のサイズは大丈夫ですかっていうふうに聞いてきたんで、事前にねこうサイズをね自分家にあるメジャーで測ってたんですよ。でその洗濯機のサイズと、あとその洗濯機の下にこうパレットみたいに洗濯機を置く用のこう板が設置されてるじゃないですか。もともとの賃貸物件にそういうの設置されてるじゃないですか。そのパレットなんていうのかわかんないけど、それのサイズも測ってきたのをこうちょっと絵に描いて自分でメモってきたのを絵に描いたのをスマホで写真撮ったのをこう持ってきて、それを見せて、こういうサイズ感なんですっていうことを言ったら、これくらいの方がいいですねとかいろいろアドバイスをくれて、あとその設置するその場所はちゃんと運び入れれますかとかね、なんかそういうのを聞いてきて、でやっぱり私も一人暮らしの賃貸なので、こうスペースがねやっぱどこのスペースもやっぱこう一人暮らしの賃貸ってちょっとコンパクトじゃないですか。だから一応これのサイズの洗濯機はいけるけど結構ギリギリかなとかそういうのがあって、念のためもう一回測った方がいいですよとかね、そういうこと言われて、そういうもんかと思って、私もねサイズとかですごく悩んでたのもあって、ちょっとめんどくさいけど一回家に帰ってもう一回っていうことにしたんですね。で分かりましたありがとうございますって言ってこう家に帰って、場合によってはねこのさっき見てきた内容をもとにネットで購入してもいいし、もう一回電気屋さんに戻ってそこで買ってもいいしっていうのを考えてたんですけども、で一回家に戻ってその洗濯機の下のパレット的なものをもう一回しっかり測り直したのと、あとこう搬入経路、自分家のこうアパートのドアとか、あとはこの洗濯機が置いてあるこのスペースのところに入るこの入り口のとこの大きさとかを一応ねこうメジャーで全部測ったんですよ。そしたらなんかねその洗濯機が置いてるスペースの空間への入り口のところ、洗濯機とか洗面所とかあとはシャワーとかが一緒になってる空間なんですけれども、そこの、いわゆる脱衣所みたいなとこ、そこに入るとこの入り口のスペースがこの、うちはねこう引き戸になってるんですけども、その引き戸を全開に開けてこう通る時のスペースを測ってみたらなんか 55.5 センチしかなかったんですよ。なんかそれにびっくりして、なんかこれパレット以前にここのスペースに入らないじゃんと思って、結構洗濯機のサイズを見るとその横幅が57センチとかね、そういうのが結構多かったんで、
と思ってちょっとびっくりしちゃって、その57センチとかでもこの洗濯機の置くスペースとかパレットの上に乗せるとかだったらまあいけるサイズだったんですけども、ただそのスペースにそもそも搬入ができないっていうことにね初めて気がついてちょっとびっくりしたんですよね。で家に帰って測り直してよかったと思って、そうそう、ちょっと待って、55.5センチっていうことはそれよりこう横幅が狭い洗濯機しか設置できないから、そうするとなんかねインバーター式のやつってね、だいたい小さいやつでも56センチとかね、55センチ以上は絶対してたんですよ。56センチ、57センチ、58センチとか。だからもうインバーターはそれで消えたわと思って。そうそう。だからその洗濯機を設置するとこっていうよりも、そこの空間に入る隙間が実は55.5センチしかなかったってことに全然気づいてなくて、まあ自分がねいつもこうスッて普通にそこのスペースに入るときは歩いてこう入ってたから、そこがあんま狭いっていう感覚がなかったんですよね。改めて測ってみたら意外と狭くて、だからこうネットでね散々何がいいかな、インバーターがいいかなとかこう迷ってた時に、この設置の幅じゃなくて搬入する時のそこの入り口の引き戸のとこのスペースを先に測っていたら、選択肢がねもうインバーターっていうのがそもそもなくて、もうサイズで選ぶしかないっていうのがね分かってたので、余計なこと悩まなくて済んだのになとか思って、すごいバカバカしくなりましたね。そこのスペースがこう体感的にそんなに狭いっていう風に感じてなかったんですよ。だからそこを測るっていうアイデア自体がそもそも出てこなくて、だからね意外とこういうところ見落としがちっていうか思い込みなんだろうなっていうふうに思いました。それですごく逆にすごくラッキーだったなって思ったのは、前回話したヨドバシカメラのネットで結局在庫ありが登録しようとしたら弾かれて、購入しようと思ったら弾かれて取り寄せっていうステータスに変わってたりとか、なんかそれでイラッとしたけれども、今から思えばあれ変えちゃってたら搬入できなかったわって思いました。あれ多分ね57センチぐらいあったと思うんですよ。だから設置スペースだけ測ってこの搬入のそこの入り口の最後のところで突っかかってたはずなんで、これはね本当に逆にラッキーだったなって思いました。なんやかんや言って私結構こういうのラッキーだよななんて思ったりとかして結構ねそういうことってあったりするんですよね。なんか変にストップがかかってこうわーって思ったりするけど、後々になってあれって逆にそううまくいかなくてよかったんだなって思うことって結構あったりとかするので、なんかねだからね結局それに気づいた時にやっぱ私って結構ラッキーだよねなんて思ってそうそう、それで気分良くなったりとかはしましたね。で結局ね一回電気屋から帰ってこう測り直して55.5センチしかねその搬入経路がないって分かった時に、もうこうさっき見た電気屋さんでもあれにしようかこれにしようかって思った時に、多分選択肢はあれかあれしかないみたいのがもう頭の中で分かって、でさらにもうネットでもう一回こう見ていろいろ比べてっていうのがもうめんどくさくて、もう今日中にどうにかしたいっていうのもあって、もうこの後電気屋に戻って一番コンパクトっぽかったあれにしようっていうのをもう頭の中で決めて、もうそれにすることにしたんですね。でなんかやっぱねちょっといろいろ考えたりとかして疲れたから一回お昼ご飯食べたりとか、ちょっと一息ついてちょっと仕事もしたりとかしてちょっと気分転換して、今度は午後の3時くらいにねまた電気屋さんに行くためにこう家を出てとことこ歩いてって、でこう電気屋さんに戻ってったらさっきいた店員さんがまたいて「測ってきましたか?」っていう風に声かけてくれたんで「測ってきました」って言ってその結末をお話ししたんですね。こう運び入れるところが55.5センチしかなくてっていう
ことを言って、そうそうでもう選択肢がだからもうこれとこれしかなくってみたいな、実質的にこれだなっていうのがあったので、もう結局ねもちろんインバーターでもないコンパクトの6キロサイズのやつを結局選んできました。逆に5キロとかね、そういうサイズのは電気屋さんでも売ってなかったですね。だからただその6キロサイズでもこの外側のサイズは今まで使ってた日立のね、今まで使ってた5キロサイズのとサイズ的には外側のサイズは変わらないっぽかったので、最近のはね、そういうのがなるべくコンパクトに作られるようになってんのかななんて思って、それは良かったなって思いましたね。アクアの洗濯機を買いました。っていうかね、コンパクトでちょうどいいのがそれしかなかったんでね。アクアもね、洗濯機としてはなんていうか、そこそこなんていうの、新しいメーカーでもないというか、あれアクアって山陽電機系でしたっけ？とにかくある程度実績のあるメーカーだから大丈夫だろうみたいな感じで、もう悩みたくもないし、それで選んで買ってきたんですね。でもう電気屋さんだからね、もういろいろね、その場で人に話してあれこれ聞けるっていうのがいいポイントで、これリサイクルとか今使ってるやつとかは全部やってほしいし、設置とかも全部お願いしたいんでとかね、そういう話をして、じゃあこのリサイクルとか設置料金とかを含めるとプラスでいくらですね、いくらだったかな、5000いくらとかだったと思うんですよね。この設置とかリサイクル引き取り代金とかね。だから5000円くらいって結構普通かなと思ってたんで、全然 OK と思ってそれで結局この冷蔵庫じゃないや、洗濯機本体とそのリサイクルとか設置とか全部込み込みでいくらだったかな、4万5,000なんちゃらとかそういう値段だったと思うんですよ。4万5,000何百円とかね、そういう値段で結局買ってきました。結果的にね、インバーターが選択肢になくて、インバーター付きでないサイズ的にもコンパクトの機種っていうのかな、ものなので、本体価格的にも、3万7千円とかで、それで3万7千円って消費税込まないで3万7千円だったかな。そんな感じで4万5千いくらっていう感じで買えて、設置もその数日後にね、2日後ぐらいに設置もしてもらって、よかったっていう感じでね、実はまだ使ってないんですよ。設置してもらってから明日あたり第1回の選択をしてみようかなと思ってるんでね。でね、結局ね、そこの近所の電気屋さんで買えて、よかったと思って、で購入手続きをした後に後々その設置の業者さんから電話が来て、最終的に設置する何時に行きますみたいなやつが来ますみたいな、そういうのをそういう流れだったんですねで今はもう設置も終わってよかったになってるんですけども、その電気屋さんでね直接購入してきて、よかったってほっとして家に帰って、もう肩の荷が下りて、あとなんか知らないけどすごい疲れましたね午前中に電気屋さんに行って悩んで、家に帰ってきて測り直してってなって、でまた午後になって電気屋さんに行って、でもう購入を決めて家に帰ってきてってなって、家に帰ってきたらね、多分何時だったろう、4時半とかそんな感じだったかな、夕方になってたんですけども、なんかね妙に疲れて、ほっともしたし妙に疲れて、すごいコーヒー飲みたいなって思ったんですよね。でも私基本的にねコーヒーは昼間の2時までに飲むことにしてるんですよ。2時までっていうのは2時に飲み始めてっていうことにしてるんで、飲み始めてっていうか、だいたい2時にコーヒーをドリップ入れ始めてっていうくらいまでに目安としてるんで、だいたい
3時ぐらいには飲み終わると思うんで、それくらい以降は飲まないようにしてるんですね。やっぱり睡眠の質をなるべく下げないとかね、そういうのもあるので、だからもうコーヒー飲む時間過ぎちゃったじゃんと思って、4時半とかなんで、でもなんかコーヒー飲みたいな、なんかこうほっとしたとか疲れたみたいな感じでちょっと一息つきたいなとか思って、これは緑茶とか紅茶とかではなくコーヒーでほっとしたいな、でもなーなんて思いながら特別飲んじゃおうかななんて思ってたら、ちょうどね家のこう置き配のポストのところに昨日というか前々日かなに注文したコーヒー豆が届いてたんですよ。私基本的にネットで家の近くのっていうか、まあそこそこ近くのカフェ、ロースターさんでもあるカフェからネットで注文して郵送してもらうっていう形でコーヒー豆を基本的には買うことが多いんですけれども、それがちょうど届いてたのを発見したんですよね。ちょうど届いてるじゃんと思って、なんか今飲むんだったらこう今家にストックしてるやつじゃなくて、ここ最近飲んでたのとちょっと違う味が飲みたいからちょうど届いてたわと思って、どうしようもう4時半だけどちょっと今日はお疲れ様洗濯機を購入できたお祝いのお疲れ様も兼ねて、夕方だけど飲んじゃおうかななんて思ってね、ちょうど届いてたコーヒー豆をねで美味しくその日はコーヒーをいただいて、勝利の味のコーヒー勝利の味っていうか、ほっとできてね美味しかったです。ただ美味しかったんですけど、その届いたコーヒー豆がそこのお店はね焙煎して結構すぐのやつをねこう送ってくれるんですよ。だから届いた日の前日に焙煎してるか、もしくは前々日に焙煎してるっていうパターンが多いんですね、届いた豆で。今回も豆の焙煎日を見てみたら、その届いた日の前々日に焙煎した豆だったんですね。だからちょっと飲むには早いなと思ったんですけど、いやでも今ストックのある豆じゃなくて、届いた豆の見てみたら、今の気分これが飲みたいと思って、ちょっと焙煎してまだ2日しか経ってないんですけど、それでもいいやと思ってねその豆を美味しく飲みました。ただね焙煎したてだったのでね、ちょっと抽出した時の味は狙った味にはなかなか出ないというか、出るわけないんですけど、その代わり焙煎したてなので香りを楽しむっていうね飲み方もあるので、香りを存分にね楽しんで、飲む時楽しむんじゃなくてちょっとバカみたいっていうかちょっと恥ずかしいんですけども、焙煎したての豆をわざと飲むこともあるんですよ、私の場合ね。抽出し終わった後のカップを楽しむっていうよりも、コーヒーを入れる過程を楽しむって感じ、その時の匂いを楽しむ、香りを楽しむって感じなんですけど、つまりその袋を開けてコーヒー豆から香り立つその香りをね鼻で嗅いで、いい香りって、それを楽しむ感じですね。最終的な抽出されたカップを楽しむんじゃなくて、それでいい香りだななんて思いながら、それでミルで豆をひくと、その時またいい香りがするじゃないですか。いい香りだなと思って、やっぱねそれがやっぱりちょっとリラックス効果もあって、もうそれも含めてコーヒーを飲むっていう感じですよね。で中入りぐらいのね焙煎度のやつをねチョイスして抽出したんですけれども、やっぱりねちょっとね焙煎してまだ2日とかだとねガスがちょっと結構出過ぎちゃって、味はねやっぱり
狙った味には出ない感じではありましたね。それでも十分美味しいし、逆に焙煎したての豆はね、その香りがとにかくね、やっぱ香りは間違いなく焙煎直後からが一番香りがすごくあるので、その香りはすごく良くていいなって思いましたね。よくコーヒー豆置いてるお店とかだとね、焙煎から1週間後とか、3日4日後とかね、それくらいのを置いてるお店が多いんですけれども、やっぱり店側としてはね、ちょうどある程度飲み頃っていうのかな、ちょっと焙煎直後だとね、美味しくっていうか、ちょっとタイミング的にあれなので、結構買ってすぐ入れて飲む方って多いと思うので、それも見越して、もしかしたら焙煎から3日目4日目以降、結構1週間後ぐらいで置いてあるのが多い気がするんですけど、を置いてくれてるのかなって思うんですけれども、私とかだとね、結構カップを楽しむっていうよりも、焙煎直後の豆のその直後は香りを楽しむ期間みたいな感じでね、カップはある程度ちょっと味が100点のものは狙った味は出しにくいけれども、その過程の香りを楽しむっていう楽しみ方もあるので、あとは焙煎直後から3日目とか5日目10日目とかね、どういう風に豆がエイジングされていって味が変わっていくかというね、そのエイジングを楽しむっていうね、ちょっとそういう楽しみ方もあるので、できたらね、焙煎直後の豆を買いたいっていうのがあるんですよ。何日後の豆を自分が選ぶかというか、今日は何日目の焙煎何日目だっていうのも楽しみたいので、その最初の焙煎直後も楽しむっていう選択肢がある分、焙煎直後のを売ってくれるロースターさんとかカフェとかはすごくありがたいなっていうふうに思ったりとかしてますね。でやっぱり香りは本当にコーヒーの楽しみの一つだし、あとただね、その日洗濯機買った日とかもやっぱりペーパードリップでね入れてたんですけれども、やっぱりね焙煎から2日目とかだと、焙煎1日目とかね直後よりはまだいいんですけれども、やっぱりガスがすごく出ちゃうんで、抽出がね味が出にくいんですよね。すっごいざっくり言うと、ちょっと味が薄く出るっていうかね、感覚的にね、やっぱりなんていうんですか、やっぱりコーヒー豆ってね、焙煎した後にね、なんていうんですか、豆がこの化学変化で熱を加えたね、その中のこのドロドロみたいのが豆の細胞壁のところにくっつくんですよね。ドロドロっていうのは要は味の成分とか香りの成分とか、あとは油脂、油ですね、コーヒーオイルの油とかそういうものが全部、混ざり合ったドロドロのものがコーヒー豆はなんていうの、多孔性なので、穴がいっぱい開いてるので、細胞壁のそこにくっついてるんですけど、それが要は味じゃないですか。何言い出しちゃったのかな、私。すいません、つまんない話なんですけど、それがコーヒー入れてる時、それをなんとなく頭でイメージしながらお湯を入れてるんですけども、やっぱり水を入れるとそのドロドロがね溶けて水に溶け出すんですけれども、その時一緒に閉じ込められたガスも出てきて、でお湯に触れることによってこのコーヒー豆の粉砕した一粒一粒が膨張して、その時にいろいろ発生する気泡とともに中で押し合いながら二酸化炭素とか、あと二酸化炭素がガスの中では結構多いんですけども、その二酸化炭素が他のいい香り成分とかも一緒に引き連れてブワーって出るので、やっぱりコーヒー入れてる時にね、お湯に触れた時にまた一段階いい匂いがふわーってしてきてね、それがまたいいんですよね。ただねやっぱ目で見るとね、どうしても
ガスが多いんで、焙煎してからまだ2日しか経ってないんで、そうするとやっぱりね、こう豆がね、こう暴れるというかね、こう泡が多く出てるんですよね。でこう目で見るとね、やっぱりこう小さい細かい均一の泡じゃなくてね、ちょっと大きい泡もポツポツって出るようなね、結構ガスがね、いい具合にね、勢いがいいんですよね。まだ焙煎して、まあすぐだからね。だからこれだとね、やっぱり水とこの粉との接触の部分がちょっとこうそうなって、やっぱり成分が出にくいっていうのがあるんですよね。でしかも私が使ってるのはドリッパーがね、ハリオのドリッパーの筒型のやつなので、結構ね透過式のやつで、結構ハリオのやつの透過式結構スピードが速いんですよね、透過するやつの。だからこうガスがいっぱい出てるようなタイミングで、こう泡と粉がうまく接触ができずにっていうやつだと、スーってこうね透過しちゃうと薄いやつが出やすいんですよ、特に。そうそう。でさらにこのこのなんていうの、このハリオのドリッパーだと、このリブとかもね、そんなにすごくこう細かく多いわけではないので、リブってあれです。リブってあれですってなんだよって感じなんですけど、ドリッパーのこの円錐のドリッパーのこのとこにこう線みたいな隙間がこう筋がこう入ってるじゃないですか、リブ。あれっていわゆる空気穴なんですけれども、だからこのリブがないとドリッパーとそのペーパーがピターってくっついちゃって、空気穴がないからこの粉が入ってるところからね、ガスがボコボコと抜けるしかなくて、だからこのガスがそこからっていうのもあって、その水と粉とのこの接触とか、その親戚って浸るとか、そういう親戚を妨げてというかね、そういうのがあるので、ハリオの、リブもあんまそういうやつじゃないから、よりこうなんていうの、より焙煎直後は気をつけて入れないと、より薄いやつになっちゃうだろうななんてこう観察しながらなるべく一度先にこうなんていうの、ガスを一回こう出して、こう蒸らしを二重に分けるとかいうかね、一回こうバババッと水入れて、ある程度のガスを出して、でガスをそこそこ出し切ってからもう一回蒸らしをして、だからなるべくしっかり水と粉が浸るようにみたいのね、こう思いながらやったりとかしてましたね。でこうなんだろう、あとはこうガスとかもね、焙煎度合いによってもガスのが多い少ないっていうのもあるんですけど、やっぱり浅入りの方がねガスは少ないんですよね。で焙煎度合いが強くなって深入りになる方が、焙煎直後はですけどもガスは多いので、よりこう泡が出ちゃってみたいな感じにはなるんじゃないかなっていうふうに思いますね。そんなことを頭の中で考えながら、この洗濯機がうまく変えた日はねそんなことを考えつつ、こうドリップをして、いい香りだななんてこう思いながら、こう入れたコーヒーは若干薄かったけれども美味しかったですね。香りは間違いなく立ってたしそんな感じで洗濯機変えたっていうほっとした感と、こうコーヒー届いてた、やったーっていう感じで、こうなんかこれでこう洗濯機を買うまでのジャーニーがというかねこのちょっとした面倒くささが終わって、すごいほっとして、特別夕方だけどコーヒー飲んじゃったっていうね、ちょうどタイミングよくコーヒー届いてたから飲んじゃったっていう感じですね。若干焙煎直後で味は少し
なんかきちんと出なかったけど、それでも美味しかったなっていうねすいません、本当にこれ人が聞いてだからどうしたっていう話を永遠に長くしちゃったんですけど、とにかく洗濯機が買えた、やったーっていう感じです。あ、そうだ、その洗濯機でこう洗濯機を設置してもらった時にね、設置してくれた方にちょっといろいろ話して聞いてみたんですけれども、この洗濯機がね、今回私の場合はこの脱水する時のこの勢いがこうなくなってきて、そろそろもうやばいかも、脱水がねこうできなくなってきたっていうポイントで買い替えたんですけれども、なんかこういろいろこう話をしてるうちに、こう私はね単純にこの電気系統かなんかがちょっとそろそろ悪くなってきて、脱水がこうあんまり回らなくなってきたのかなって思ってたんですけども、そうやってこの動作のちょっとした不具合の原因の一つがの可能性として、この排水口のところが詰まったりとかすると、そういう動作の不具合につながることがあるっていうのを設置してくれた方が言ってたんですね。だからもしかしたらこの排水口がちょっと詰まってたりとか、あとは私の場合はちょっとこれまでの洗濯機の排水口のところのホースがねちょっと長さが余ってて、こううにゃうにゃうにゃってそこがちょっと畳まれて排水口の方に刺さってる感じだったので、場合によってはそこがなんかちょこっと詰まってとか、もしくはなんか動いてる時なんかが排水に刺さってるとこがずれてとかで、なんか一時的にそういうので不具合が出ることもあるっていうことを聞いたんで、じゃあ私も一回排水口をもっときちんとチェックしたりすればよかったのかななんて思ったりはしたんですけども、まあメーカー推奨で7年までは使えますのところを11年使ったから、まあいいっちゃいいかとは思ったんですけども、なので今回はそういう排水がうまくいってるかどうかっていうのもこう定期的にねこう目で見たりとか、排水口のお掃除とかね、そういうのをするのも大事なんですねなんてね、その設置の人にね聞いたりとかしました。でそういう話をしてたら、その設置の人が教えてくれたんですけども、排水口もねこのいわゆる排水口の汚れ落としの薬剤とかあるじゃないですか。ああいうので定期的にやるのもいいですっていう話をされてたんですけれども、だからキッチンハイターとかでやるといいですみたいなことを言ってて、キッチンハイターってキッチンのやつかって思ったんですけど、ただこの排水口用の世の中で売ってる排水口専用のそういうやつあるじゃないですか。それとかだと場合によってはその薬剤が強すぎてこの一気にその汚れとかをヘドロ化して、それが逆に詰まっちゃうっていうこともあるので、キッチンハイターぐらいのやつがいいですっていう風にその人は言ってましたね。へえ、そういうこともあるんだ逆にとか思ってだから結論として、洗濯機の排水口用のそういう排水口の薬剤、洗濯機用の排水口落としの薬剤、もしくはキッチンハイターとかで定期的にそういうのをお掃除するのもいいっていうのが知れたので、今後ね今新しく買った洗濯機さんをねやっぱり10年ぐらいはねこう長持ちさせたいので、少なくともねなのでそういうところもね排水がうまくいかないと機械系統じゃなくて動作が影響するっていうこともあるんだなっていうことを知ったので、そういうのもこれからはチェックしていこうかなって思いますね。でこれまでね11年くらい頑張ってくれた日立のね洗濯機ちゃんはねちょっとねちょっと名残惜しかったですけどね、もう10年以上一緒に共に生活してくれたのでもう心の中でたくさん感謝をしておきました家電だけどね人間以上にぼっちで生活してるとね、人間以上にね長い時間をね生活を共にしてるのは結構家電だったりとかしますからね。今回別れるのが若干寂しかったですね、日立の洗濯機でその寂しさを感じた時にね、昔車をね買い替えた時にその
ディーラーにね車を置いて、新しい車に乗っていく時に、その今まで引き取ってもらうね車を置いて行った時に、すごいこう、なんて言うんだろう、ペットみたいにね、こう今までこう一緒に生きた犬とかのペットとかのお別れみたいにね、悲しくて、新しい車を運転して家に帰る途中に一人で涙を流していたっていうねことを思い出しましたね。まあさすがに今回の洗濯機はそこまでじゃなかったですけど、まあ日立の洗濯機にも愛着があったのでね、今回もまた日立にしようかなと思ってたんですよ、なんとなく。日立が良かったんで、個人的にはですけども。そうそう。まあでもね、今回はサイズでもう選択肢がなかったので、電気屋さんにあったアクアの洗濯機を買ったっていうことでございました。まあそんな感じで、それではまた。